ないんだけど、1台のスポーツカーとしてそれも40年前のスポーツカーとして見ると楽しいです。古典的素直さっていうかな、なんて言うんだろう、コントロールする醍醐味、それがねすごく味わえる。CG オンエアをご覧の皆さん、今日はね超レアな車運転してます。日産の 240RS ラリーカーです。なんとグループ B の規定にのっとったそのホモロゲーションモデルです。グループ B って言えばアウディクワトロが洗弁をつけた4輪駆動のターボね。これが時代を変えたわけですね。でランチャはそれに対してターボではなくてスーパーチャージャー、これをつけた4気筒にミドエンジンレイアウト、これを組み合わせて戦闘力を高めた。そしてプジョーもミドエンジンの今度は4輪駆動、最先端のテクノロジー、これを用いた車たちが戦った、要はねモンスターマシンばっかりがしのぎを削ったそういうシリーズでした。これシルビアがベースなんですよ。でエンジンはノンターボのまんま自然吸気 2.4 リッター FJ24 という、この 240RS のために FJ20 のボア、これを大きくして 2.4 リッターの排気量にした。ただフロントエンジンだし波形機もなしだからね戦闘力としては劣ってる。残念ながら WRC 一度も勝ててないです。ただね1回だけニュージーランドだったかな、2位になってるんですよ。それは上位陣のリタイアに助けられた部分がすごく大きいんですけど、でも一応最高位は2位。 WRC 絶望的な戦い挑んだこの日産のグループ B240RS、 それがどんな車か今日これから確かめようと思います。日産 240RS、 武骨に見えるでしょ。でもねいざステアリングを握ってその乗り味の面白さ、感触、いい意味のアナログ的なところ、それをね経験して改めて見ると結構かっこいいなと思えてくるんですよ。それだけ車が魅力的だったってことです。でねこのちょっと取ってつけたようなオーバーフェンダー、そしてエンジンフード、このリアのフェンダー、トランク、これは全部 FRP 製になってます。
つまり軽量化されてるわけですね。室内もフロアはマットだけ置いてあるような状態です。でもドアにはトリムがついてます。そしてシートが実はほぼロードカーのままなんですね。だからコーナリングスピード速い中ではホールド性が悪くて結構体が動いちゃうんですけど、こういうところはね、これあくまでホモロゲーションモデルだから、これをベースにスポーツドライビングを楽しみたい人はシートを変えればいいと思うし、エンジンもねボディ同様結構武骨なところがあります。例えばラジエーターの前、オイルクーラードーンと正面に真ん中に置いてありますよね。このステーもね結構あんまり見た目には気を使ってない感じ。ただこのブレーキマスター、こういうのはね結構いいと思います。しかももう電子制御当たり前だった時代にソレックスのキャブ、ツインキャブですね、これをつけてる。この何よりスペースがあるところ、ステアリングのラックまで見えるし、エキゾストマニフォルドもそう、今の車のエンジンルームにはない一種ののどかな雰囲気というかな、エンジンを積んだままでもいろいろ調整できる、そういう時代感も感じられますね。メンテナンスが容易ってことは、それだけアマチュアドライバーにとっても維持しやすい。この車で競技をスタートさせるっていうのはなかなかいいスタートなんじゃないかなというふうに感じます。っていうのはね、ラリーはずっと510ブルーバードがねサファリラリーに優勝する以来、Z であったり、それからこの 240RS の前身にあたるバイオレットなんかでサファリに勝ってきたわけですけれど、だから高速化するラリーではなくて、どちらかというと日産としてのプライオリティはサファリに置いてあった。サファリラリーは何があっても走り切ることが重要だったんで、パワーで劣っていても構造簡便な、ある意味原始的なねコンベンショナルな設計の車、これを選んだんだとしか考えられない。他に理由が見当たらないんですよ。つまり最初から戦闘力が低いマシンで戦うっていうね。だってこの頃のグループ B って言ったら400馬力500馬力が当たり前、0-100キロ2秒切るなんていうね、そういう時代。でもこの FJ24、このホモロゲーションモデルで240馬力ぐらいしか出てないんですね。でしかも後輪駆動だけでしょ。それはトラクションでね負けるに決まってるんですよ。でもやっぱりタフだった。当然ラリーカーとしては当時の最新鋭のグループ B モンスターにないことないんだけど、一台のスポーツカーとしてそれも40年前のスポーツカーとして見ると楽しいです。楽しいよこれ。
なんかすごく自分がね機械の一部になったというか、自分が能動的に車を運転してる、コントロールしてる、そういう時間が得られる。まあ僕はねグループ B 現状デルタ S4 のワークスラリーカー、まああとそうだランチャのラリー037、その2台これに乗った経験があるんですけど、あの2台はね本当に恐怖と興奮の狭間にいるような緊張感、もう常にそれに包まれて運転してました。でもこの 240RS に限って言えばそういうものは一切ない。まあそれはアンダーパワーっていうことも当然あるけれど、逆にアマチュアでも乗りやすい素直な一面、これを持ってるってことが一番の要因だと。でね、今目の前に並ぶのはもちろん機械式のレブカウンターとスピードメーター、あとは小系のガソリン系と水温系、油温系、あとはオイル、非常にスパルタンですよ。で当然ボディに遮音材なんかないしね、すごい素直なんだわ。まあ古典的素直さっていうかな、アンダーステアはちゃんとある。でも多分これが低ミューロ行ったり本当にフルフルで攻められる環境に行ったらリバースもすると思うんだよね。だからなんて言うんだろう、コントロールする醍醐味、それがねすごく味わえる。今ねタイトコーナーの連続する部分を走ってますけど、ステアリングノンパワー結構重いんだわ。スパルタンですね。でもね足はそんなに硬くない。いやギアがねすごいクロスしてて気持ちいい。全体にローギア度、しかもタイヤは今日はターマック用というか普通のハイグリップタイヤ履いてるんで結構コーナリングスピードも速いかな。ブレーキもねレスポンス速いな。やっぱりね戦闘的マシンになってる。どっかにねトルクの山があるっていう感じでは全然なくて、意外にフラットなんですよ。だからすごくね乗りやすい。手上がりすげえいい、スムーズ。今もう7000まで引っ張ってるけど全然問題ないし、ギアのつながりがやっぱりいいですね。今7000まで引っ張って2速から3速にスタップしたけど2000回転ぐらいしか回転落ちないもんね。このクロスレッシュはやっぱりすごい気持ちいい。これね下からトルクあるんですよ。例えば今3速の2000回転だけど一瞬引き込むだけ、3000回転からだったら3速でも楽勝に綺麗に吹ける。こうやって
今3速4000円書いてんだけど、そっからもう楽勝で加速するもんね。ブレーキのレスポンスもいいし、もうヒール&トーンもすごいしやすいし、楽しいね。久々にアナログの車満喫したって感じです。マニアックさではどこにも負けないと自負しているカーグラフィックの公式動画 CG オンエアですが、もっとマニアックな動画をお送りしているのをご存知でしょうか。その名はスーパー CG オンエア。チャンネルメンバーシップなどで会費をいただくのですが、通常よりもっとマニアックでエンスージアスティックな内容を車を心から愛する皆さんに向けてお送りしています。その内容は貴重な名車の試乗や自動車著名人へのインタビュー、海外イベントの紹介、新技術の紹介などなど、これまで1964年の第2回日本グランプリに参戦したポルシェ904カレラ GTS の試乗をお届けしたほか、マエストロジョルジェット・ジュージアーロへのインタビュー、今どんどん元気が良くなってきているイタリアのランチアのリポート、ちょっと懐かしいフェラーリテスタロッサやアルファ164の試乗レビュー、そしてフェラーリ初のフォードア4シータープロサングエ車内での CG 加藤代表によるぶっちゃけトークなど、有料ならではの満足度の高い内容濃いめのコンテンツをお届けしています。チャンネルメンバーシップのスーパー CG オンエア、これからますます内容を充実させていく予定です。皆さんもぜひ覗いてみてください。ご加入よろしくお願いいたします。